ちょっとこれやばいね。スクミリンゴガイの第2世代、今年生まれた子たちです。めちゃくちゃ大量に発生してます。ただね、これぐらい稲が大きくなっているともうこの子たちは稲を食べることができないので、田んぼの雑草を食べてくれる益虫としても扱っている農家がいるんで、ちょっとねそういった意味でも駆除が難しい生き物でもあるんですよね。ただね、どの農家でもこのスクミリンゴガイを除草剤代わりに使えるわけじゃないので共存が難しいんです。いやちょっとやばいね。この間来た時とはちょっとね様子が変わってる。この一帯はスクミリンゴガイに稲をきれいに食べられちゃってますね。いました、スクミリンゴガイ。移動速度も速いし1日に体重の半分の餌を食べてしまうので、これがね何百匹何千匹といるとあっという間に田んぼの稲を食い尽くしてしまいます。うわ、憎きスクミリンゴガイの卵。今日はねこいつをしっかり駆除していきたいと思います。またまたやばいのを発見しました。もうね皆さんご存知のスクミリンゴガイの卵なんですけど、ところどこ白くなってるの分かりますかね。これすでにスクミリンゴガイの赤ちゃんが孵化して水中に落ちていった卵なんです。こうやってね駆除しきれなかった卵っていうのはどんどん孵化して水中に落ちていくので、本当に駆除しきるっていうのは難しいですね。あらららら、お取り込み中のスクミリンゴガイがいますね。申し訳ないけど取らせてもらいます。これ間違いなくお取り込み中ですね。恐るべき繁殖力のスクミリンゴガイ。今まさに葉っぱを食べているスクミリンゴガイがいます。食べ終わっちゃった。今ねちょうど食べてたんですけど、もう稲が硬くて食べられないので、そばに生えている柔らかい雑草なんかを食べているスクミリンゴガイです。ちなみに田んぼって収穫が終わると水が抜けちゃうんですけど、その間このスクミリンゴガイたちは土の中に潜って蓋を固く閉じて、次の年水が入ってくるまで土の中で休眠してるんです。生存戦略もしっかりしてますね。辛抱だ。うわー、交尾してます。すごいすごいすごい。水の中をゴリゴリゴリっとやるだけで、見えますかこれ、こんなに大量のスクミリンゴガイが取れます。ジャンボタニシの産卵地。ちなみにジャンボタニシは孵化して約2ヶ月で生成熟するので、今年生まれたジャンボタニシは今年中に卵を産むことができます。それジャンボタニシですか？これでかくない？1匹がバカでかい。1匹バカでか。そしてこのサイズで交尾できるんだね。もう卵から孵化して2ヶ月で交尾ができるんですけど、このサイズなんだね。スクミリンゴガイの卵ってこういう日陰にたくさんできるんですよね。スクミリンゴガイもちゃんと選んでるんですね。うわー、スタバがいっぱい。スタバ換算したら高いですよね。数万はするな。そんなする？大きい卵ありました。これはね持ち帰りたいと思います。立派な卵取れるかな。交尾してるのいた。無理や。やばい。うわ、これ真っ白な卵。これもうすぐ孵化するやつですね。絶対に孵化はさせません。申し訳ないけどね。はい、卵回収。よいしょー。たくさんジャンボタニシ取れました。こんなにたっぷり。書いて食べたいと思います。今日は千田さん本当にありがとうございました。帰ってきました。実はこの卵 PV2 と呼ばれる神経毒で満たされていて、ヒアリくらいしかこの卵を食べることができないそうです。とはいえこの卵タンパク毒で、加熱した卵をマウスに与える実験では特にマウスに異常は出なかったそうです。なので今回ねこのスクミリンゴガイの卵をしっかり加熱してタンパク毒を無効化した上で味見をしてみたいと思います。ただし加熱することで本当に無害化できるかどうか、あとはねいろんなアレルギーの症状とか出るか出ないかっていうのは個人差があるので、この動画を見たからといっても絶対に真似はしないでください。ということで調理していく。ちなみにちょっと前から好奇心でスクミリンゴガイの卵を孵化させてみたんですけど、見えますかね、このちっちゃいの。これが全部スクミリンゴガイの赤ちゃんです。だいたい体長 1,2 ミリぐらいだと思います。この100均のね小さな虫かご、これに対してこのサイズ、めちゃくちゃ小さいですね。ちなみにこの卵ものすごく殻が薄くて、ちょっと触るとねカシャカシャカシャっと簡単に潰れるというか壊れていきます。そしてちょっとなんかねネバネバしてますね。神経毒なのでこの手でねいろんなとこ触ったりしないようにするのはもちろん、傷のある指でやると非常に危ないので、その辺も気をつけてください。というかね真似しない方がいいと思います。ファイヤー。早速入れていきましょう。これでかっ。これ全部食べることないか。まあこれ持ってきちゃったんでね、駆除の意味も含めてとりあえず全て茹でてしまおうと思います。投入。それでは10分20分バッチリ火を通していきます。今どんな感じかな。なんか変な匂いするな。ゴムを茹でた時の匂いがする。臭い。これ美味しいの？本当に申し訳ないんだけど美味しそうに見えない。いやーこれはやばいな。約20分間茹でたんですけど、果たしてどうなっているのか。ちなみにねしっかり中が固まっているのかどうか、その辺がちょっと気になりますよね。一つ潰してみたいと思います。それ。全然固まってない。完全に液体のままですね。壊れる感触とかもう全く変わらないです。ネバネバ感はちょっとなくなった感じするかな。いやー、それではいただきます。匂いだけちょっと嗅いでみます。臭い。
なんかね、なんかちょっと魚をさばいた時の生臭さとゴムの臭さが混じったような匂いですね。変な匂い。いやー、ちょっとこればっかりはドキドキするな。意を決していただきます。うわっ、これまずい。さっき言った魚の生臭さと、苦い、なんかちょっと苦い魚の生臭さと生ゴムの匂い、ゴムの匂いですね。口の中めちゃくちゃ臭くなった。ちょっと口の中ゆすいでいきます。まずい。こんなはずでは。びっくりした。いや、人間が耐えうる味ではないと思います。いや、びっくりした。これはもうちょっと申し訳ないんですけど、残して口直しをしたいと思います。はい、ということでスタバ新作のクリームパイブルーベリー&ココアです。これで口直しをしたいと思います。ちなみにこのつぶつぶがジャンボタニシの卵に似てるって話題だったんですけど、いやちょっと似てる。ちょっと似てるんですけど、やっぱ大きさは全然違いますね。それとジャンボタニシの卵の方が赤みを帯びてますね。お口直しにスタバ新作のクリームパイ、果たしてお味の方は似ているのか食べていきたいと思います。それではスタバに感謝していただきます。うまい。最初にこの中に入ってるブルーベリーのソースはブワッと口の中に広がって香り豊かですね。で、噛むたびにこのストロベリーパウダー入りのサクサクが口の中で弾けて、非常に食感もいいです。この生地にはココアパウダーが練り込まれていて、非常に風味豊かですね。いやー、ジャンボタニシとは大違い。いやー、落ち着く。口の中がやっと幸せになりました。はい、ということでジャンボタニシの卵、すごい味でした。僕はちょっとこれはかなり苦手の部類ですね。生臭くてゴム臭い。そしてスタバの新作ジャンボタニシに似てるって言ってすみませんでした。めちゃくちゃうまいです。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。